邪生。1、第5の男は語る。私の教理には蛇に関する一種の怪談が伝えられている。もちろん蛇と怪談とは離れられない因縁になっていて、蛇に見込まれたとか蛇にたたられたとかいう類の怪談は昔から数え尽くされないほどであるが、これからお話をするのはその種の怪談とは少しく類を異にするものだと思ってもらいたい。私の教理は九州の片山里で、山に近いのと気候の暖かいのとで蛇の類がすこぶる多い。しかしその種類は普通の青大将や山かがしやなめらや血もぐりの類で、人に害を加えるようなものは少ない。マムシに噛まれたという噂を折々に聞くが、かの恐ろしいハブなどは住んでいない。上ばみにはかなり大きいのがいる。近年はだんだんにその後を絶ったが、昔は1畳5尺ないし2尺ぐらいの上ばみが悠々とのたくっていたということである。その有害無害は別として、誰にでも嫌われるのは蛇である。ここらの人間は子供の時から見慣れているので、他国の者ほどにはそれを嫌いもせず恐れもしないのであるが、それでもマムシと上ばみだけは恐れずにはいられない。マムシは毒蛇であるから誰でも恐れるのは当然であるが、しかしここらではマムシのために命を失ったとか片輪になったとかいう例は甚だ少ない。昔から皆その治療法を心得ていて、マムシに噛まれたと気がつくとすぐに応急の手当てを加えるので、大抵は大難が小難で済むらしい。ことにマムシは紺の匂いを嫌うというので、マムシの多そうな山などへ入るときには紺の毛斑や紺旅を履いて、木の枝の杖などを持って行って見当たり次第にぶち殺してしまうのである。他の土地にはマムシ取りとかヘビ取りとかいう一種の職業があるそうであるが、ここらにそんな商売はない。ヘビを食うものもない。マムシ酒を飲むものもない。ただぶち殺して捨てるだけである。マムシは山ばかりでなく里にもたくさん住んでいるが、慣れている者は手ぬぐいをしごいて二つ折りにしてわざとその前に突きつけると、マムシは怒ってたちまちにその手ぬぐいに噛みつく。その途端にぐいと引くと、白髪のようなマムシの歯は手ぬぐいに食い込んだままで、もろくも抜け落ちてしまうのである。毒牙を失ったマムシは武器を失った軍人と同じことで、その運命はもう知れている。こういうわけであるから、ここらの人間はたとえマムシを恐れると言っても、他国の者ほどには強く恐れていない。彼は一面に危険なものであると認められていながら、また一面には組みしやすきものであると侮られてもいる。マムシが怖いなどと言うと笑われるくらいである。しかしかの上ばみに至っては、マムシと同日の論ではない。その強大なるものは家畜を巻き殺して飲む。ある時は子供を飲むこともある。それを退治するのは非常に困難で、前に言ったマムシ退治のような手軽のことでは済まないのであるから、ここらの人間も上ばみに対しては本当に恐れている。その恐怖から生み出された古来の伝説がまたたくさん残っていて、それがいよいよ彼らの恐怖を募らせているらしい。それがためにいつの代から始まったのか知らないが、ここらの村では旧暦の4月の初め、かの上ばみがそろそろ活動を始めようとする頃に、蛇祭りというのを執行するのが年々の例で、長い青竹を銅にして、それに草の葉を編みつけた大蛇の片白をこしらえ、なんとかいう歌を歌いながら大勢がそれを引きずっていって近所の大川へ流してしまう。その草の葉を肌守りの中に入れておくと大蛇に出会わないとか見込まれないとかいうので、女子供は争ってむしり取る。こんな年中行事が遠い昔から絶えず繰り返されているのを見ても、いかにこの上ばみがここらの人間に災いし、いかにここらの人間に恐れられているのかを想像することができるであろう。その中でただ一人、かの上ばみをちっとも恐れない人間、
むしろ上ばみの方から恐れられているかもしれないと思われるような人間がこの村に住んでいた。彼は本名を吉次郎というのであるが、一般の人の間にはそのあだ名の蛇吉をもって知られていた。彼は二代目の蛇吉で、先代の吉次郎は40年ほど前にどこからか流れ込んできて屋根屋を職業にしていたのであるが、ある動機から上ばみ退治の名人であると認められて、夏の間は上ばみ退治がその本職のようになってしまった。その吉次郎はすでに世を去って、そのせがれの吉次郎がやはり父の後を継いで屋根屋と上ばみ退治とを兼業にしていたが、その手腕はむしろ先代を偲ぶというので、二代目の蛇吉は大いに村の人々から信頼されていた。彼は60に近い老母と二人暮らしで、ここらの人間としてはまず普通の生活をしていたが、いつか本職の屋根屋を廃業して上ばみ退治専門になった。彼は夏の間だけ働いて、冬の間は寝て暮らした。彼はどういう手段で上ばみを退治するかというと、それには2つの方法があるらしい。その一つは上ばみの出没しそうな場所を選んで、そこに深い穴を掘り、その中で一種の薬を焼くのである。上ばみはその匂いを嗅ぎつけて、どこからか這い出してきて、その落とし穴の底にのたり込むと、穴が深いので再び這い上がることができないばかりか、その薬の蚊に酔わされて、ついに麻痺したようになる。そうなれば生かそうと殺そうと彼の自由である。ただしその薬がどんなものであるか、彼は固く秘して人に漏らさなかった。単にこれだけのことであれば、その秘密の薬さえ手に入れば誰にでもできそうなことで、特に蛇吉の手腕を認めるわけにはいかないが、第二の方法は彼でなければほとんど不可能のことであった。例えば上ばみが村のある場所に現れたという急報に接して、今更にわかに落とし穴を作ったり、例の飛躍を焼いたりしているような余裕のない場合にはどうするかというと、彼は一丁の長菜、手斧を持ち、一つの麻袋を腰につけて出かけるのである。麻袋の中には赤土色をした粉薬のようなものが蓄えてあって、まず蛇の来る前路にその粉薬を一文字に振りまく。それから4、5軒ほど引き下がったところにまた振りまく。さらに4、5軒離れたところにまた振りまく。こうして蛇の前路に3本の線を引いて敵を待つのである。俺はきっと2本目で食い止めてみせる。3本目を越してくるようでは俺の命が危ない。彼は常にこう言っていた。そうしてかの手斧を持って第一線を前にして立っていると、上ばみは目を怒らせて向かってくるが、第一線の前に来て少し躊躇する。その隙を見て彼は猶予なく飛びかかって敵の真っ向を打ち砕くのである。もし第一線を躊躇せずに進んでくると、彼は後ろ向きのままで蛇よりも早くスルスルと引き下がって、さらに第二線を守るのである。第一線を乗り越えた敵も第二線に来るとさすがに躊躇する。躊躇したが最後、蛇吉の斧はその頭の上に打ち下ろされるのである。彼の言う通り、大抵の上ばみは第一線に滅ぼされ、たとえ頑固にそれを乗り越えてきても、第二線の前には必ずその頭を失うのであった。口で言うとこの通りであるが、何しろ正面から向かってくる蛇に対してまず第一線で支え、もし危ういと見ればすぐに引いて第二線を守るというのであるから、非調と言おうかそうだと言おうか、すこぶる敏捷に立ち回らなければならない。蛇吉の蛇吉たるところはここにあると言ってよい。ところがある時、その第二線をも平気で乗り越えてきた大蛇があったので、見物している人々は手に汗を握った。蛇吉も顔の色を変えた。彼は慌てて引いて第三線を守ると、敵はさらに進んで乗り越えた。ああ、ダメだ。人々は思わずため息をついた。蛇吉が退治に出るときはいつでも赤裸で、
わずかに紺染めの半もも引きを履いているだけである。今日もその通りの姿であったが、最後の一戦もいよいよ破られて万事休すと見るや。彼は手早くその半もも引きを脱ぎ取って何か呪文のようなことを唱えて飛び上がりながらそのももの真ん中から2つに引き裂くと、その上ばみも口の上下から2つに裂けて死んだ。蛇吉はひどく疲れたように倒れてしまったが、人々に解放されてやがて正気に帰った。その以来、人々はいよいよ蛇吉を畏敬するようになった。彼が振りまく粉薬も一種の飛薬で、蛇を毒する者に相違ない。その毒に弱るところを撃ち殺すというその理屈は今までにも大抵分かっていたが、今度のことは何とも判断がつかなかった。九死一生の場になって、彼が何かの呪文を唱えながら自分の桃引きを2つに引き裂くと、蛇もまた2つに引き裂かれて死んだ。こうなると一種の魔法と言ってもよい。もちろん彼に聞いたところでその説明を与えないのは知れきっているので、誰も改めて詮議するものもなかったが、彼はどうもただの人間ではないらしいという噂が諸人の口から耳へとささやかれた。蛇吉は人間でない。あれは蛇のせいだ。こんなことを言う者も出てきた。人間でも蛇のせいでも、蛇吉の存在はこの村の幸いであるから、誰も彼に対して反感や敵意を抱くものもなかった。万一彼の感情を害したら、どんなたたりを受けるかもしれないという恐怖も混じって、人々はいよいよ彼を尊敬するようになった。かの桃引きの一件があってから半年ほどの後に、蛇吉の母は頓死のように死んで、村中の人々から年頃に弔われた。母のない後は蛇吉一人である。彼はもう30を一つ二つ超えている。本来ならばとうに嫁をもらっているはずであるが、何分にも蛇吉という名が煩いをなして、村内はもちろん近村からも進んで縁談を申し込む者はなかった。彼は村の者からも尊敬されている。上ばみの種の尽きない限りはその生活も保証されている。しかも彼と縁組みするということになると、さすがに二の足を踏む者が多いので、彼はこの年になるまで独身であった。今まではおふくろがいましたから何とも思わなかったが、自分一人になるとどうも寂しい。第一に朝晩の煮炊きにも困ります。誰か相当の嫁をお世話くださいませんか。と彼はある時庄屋の家へ来て頼んだ。庄屋も気の毒に思った。何のかんのと陰口を言うものの、彼は多年この村のためになってくれた男である。普段の行情も別に悪くない。それが母を失って不自由であるから嫁をもらいたいという。まことにもっとものことであるから何とかしてやろうと受け合っておいて、村の主だった者にそれを相談すると、誰も彼も首をかしげた。まったくあの男も気の毒だがな。気の毒だとは言いながら、さて自分の娘をやろうとも妹をくれようとも言うものはないので、庄屋も始末に困っていると、その中で小利口な一人がこんなことを言い出した。ではどうだろう。この間から重助の家に遠縁のものだとか言って35、6の女が転げ込んでいる。何でもどこかのだるま茶屋に奉公していたというのだが、重助に相談してあの女を世話してやることにしては。だがあの女には悪い病があるので重助も困っているようだぞ。とまた一人が言った。しかしともかくもそういう心当たりがあるなら重助を呼んで聞いてみよう。庄屋はすぐに重助を呼んだ。彼は水飲白姓で、一家内4人の暮らしさえも細々であるところへ、この間から自分のいとこの娘というのが転げ込んできているので、全く困るとこぼし抜いていた。娘といっても今年37で、若い時から身持ちが悪くて方々のだるま茶屋などを流れ渡っていたので、重い傘にかかっている。それでもうどこにも勤めることができなくなったので、
親類の縁を頼って自分の家へ来ているが、達者な体ならば格別、半病人で毎日寝たり起きたりしているのであるから、世話が焼けるばかりで何の役にも立たない。と彼は庄屋の前で一切を打ち明けた。半病人では困るなぁ、と庄屋も顔をしかめた。実は嫁の相談があるのだが。あんなやつを嫁にもらう人がありますかしら、と重吉は不思議そうに聞いた。きっともらうかどうかはわからないが、あの吉次郎が嫁を探しているのだ。はあ、あの蛇吉ですか。蛇吉でも何でも構わない。あんなやつを引き取ってくれるものがあるならば、どうぞお世話を願いたいと、重助はしきりに頼んだ。しかし半病人ではどうにもならないから、いずれ達者な体になってからの相談にしようと、庄屋は彼に言い聞かせて返した。それから半月ほど経って、重助は再び庄屋の家へ来て、女の病気はもう治ったから、この間の話をどうぞまとめてくれと言った。彼はよほどその女の始末に困っているらしい。したがってその病気全開というのもなんだか疑わしいので、庄屋もその返事に渋っているところへ、あたかもかの蛇吉が催促に来て、まだ何にも心当たりはないかと言った。嫁にやりたいという人、嫁をもらいたいという人、それが同時に落ち合ったのは何かの縁かもしれないと思ったので、庄屋はともかくもその話を切り出してみると、蛇吉は二つ返事で何分よろしく頼むと答えた。女は37で自分よりも5つ年上であること。女は茶屋奉公の上がりで悪い病気のあること。それらをすべて承知の上で自分の嫁にもらいたいと彼は言った。こうなればもう司祭はない。話は滑るように進行して、それからさらに半月とは過ぎないうちに、蛇吉の家には豊島の女房が座り込んでいるようになった。女房の名はおとしというのであった。庄屋の疑っていた通り、おとしはまだ本当に全快しているのではなかった。無理に起きてはいるものの、おとしは真っ青な顔をして幽霊のように痩せ衰えていた。よんどころない羽目で世話をしたものの、あれで無事に収まってくれればいいがと、庄屋もないない心配していると、不思議なことには、それからまた半月と過ぎ、一月と過ぎていくうちに、おとしはめきめきと元気がついてきて、顔の色も見違えるようにつやつやしくなった。蛇吉が蛇の黒焼きでも食わしたのかもしれねえぞ、と陰では噂をするものもあった。それはどうだかわからないが、おとしが健康を回復したのは事実であった。そして年下の亭主と仲良く暮らしているのを見て、庄屋もまず安心した。実際彼らの夫婦仲は他人の想像以上にむつまじかった。多年大勢の男を翻弄してきた爆恋女のおとしも、蛇吉という男に対しては我ながら怪しまれるほどに濃厚の愛情を捧げて仕えた。蛇吉ももちろん彼を熱愛した。こうして3年余りも同棲している間に、蛇吉は自分の仕事の上の秘密を大方は妻に打ち明けてしまった。彼の家の後ろには屋根の低い小屋がある。北向きに建てられて、辺りには樹木が茂っているので、昼でも薄暗く、年中ジメジメしている。その小屋の隅に見慣れないキノコの2つ3つ生えているのをおとしが見つけて、あれは何だと蛇吉に尋ねると、それは蛇を取る薬であると彼は説明した。大小幾匹の蛇を殺して、その死骸を土の底深く埋めておくと、2、3年の後にはその上に一種のキノコが生える。それを陰干しにしたのを細かく刻み、さらに女の髪の毛を細かく切って、別に一種の薬を混ぜて練り合わせる。そうして出来上がった薬を焼くと、上ばみはその匂いを慕って近寄るのであると言った。ただし、他の一種の薬だけは、蛇吉も容易にその秘密を明かさなかった。もう一つ、かの上ばみと戦うときに振りまく粉薬というのも、やはりそのものに何者かを調合するのであった。
たとえその秘密を詳しく知ったところで、他人には所詮できそうもない仕事であるから、おとしもその以上には深く立ち入って詮議もしなかった。夫婦の仲もむつまじく、生活に困るのでもなく、一家はまことに円満に暮らしているのであるが、なぜかこの頃は蛇吉の元気がだんだんに衰えてくるようにも見られた。彼は時々に一人でため息をついていることもあった。おとしもなんだか不安に思って、どこか悪いのではないかと聞いても、夫は別に何事もないと答えた。しかしある時こんなことを問わず語りに言い出した。俺もこんなことを長くはやっていられそうにもないよ。おとしは別に現在の職業を嫌ってもいなかったが、老人になったらばこんな商売もできないであろうとは察していた。今のうちから覚悟して他の商売を始める元手でも稼ぎためるか、安い電池でも買うことにするか、何とかして老後のたつきを考えておかなければなるまいと思って、それを夫に相談すると、蛇吉はうなずいた。俺はどうでもいいが、お前が困るようなことがあってはならない。そのつもりで今のうちにせいぜい稼いでおくかな。彼はまたこんなことを話した。村の人はみんな知っていることだが、うちのおふくろが死ぬ少し前に、俺は恐ろしい上ばみに出会って、危なくこっちが負けそうになった。相手が3本目の筋まで平気で乗り越してきた時には、俺ももう途方に暮れてしまったが、その時ふっと思い出したのは、死んだ親父の遺言だ。親父が大病で、所詮難しいという時に、俺のない後、もし一生に一度の大難に出会ったらば、俺の名を呼んでこういう呪文を唱えろ。俺がきっと救ってやるよ。しかし二度はならない。一生に一度きりだぞと、くれぐれも念を押して言い残されたことがある。俺はそれを思い出したので、半分は夢中で桃引きを脱いで、親父の名を呼んで呪文を唱えながら、それを真っ二つに引き裂くと、不思議にも相手も真っ二つに裂けて死んだ。どういう了見で俺が桃引きを引き裂いたのか、自分にもわからない。多分死んだ親父がそうしろと教えてくれたのだろう。家へ帰ってその話をすると、おふくろが喜びもし、嘆きもした。一生に一度という約束を果たしてしまったから、お父さんも二度とお前を救ってはくださるまい。これからはそのつもりで用心しろと言った。その当座はそれほどにも思わなかったが、この頃はそれが思い出されて、なんだかバカに気が弱くなってならない。俺一人ならばどうにでもなるが、お前のことを考えるとうかうかしてはいられない。何につけても自分を思ってくれる夫の親切を、おとしは身にしみて嬉しく感じた。3、2人が同棲してから4度目の夏が来た。今年は隣村に大きい上ばみが出て、電波と荒らし回るので、男も女もみんな恐れをなして野良仕事に出るものもなくなった。このままにしておいては電波に草が生えるばかりであるから、何とかして上ばみ退治の方法を巡らさなければならないと、村中が集まって相談の末にかの蛇吉を頼んでくることになった。首尾よく退治すれば金1両に米3俵をつけてくれるというのであったが、その相談を蛇吉は断った。隣村ではよくよく困ったと見えて、さらに庄屋のところへ頼んできて、お前さんから何とか蛇吉を説得してもらいたいと言い込んだ。隣村の難儀を庄屋も気の毒に思って、改めて自分から蛇吉に言い聞かせると、彼はやはり断った。今度の仕事はどうも気乗りがしないから勘弁してくれと言ったが、庄屋はそれを許さなかった。お前も商売ではないか。金1両に米3俵をくれるという仕事をなぜ断る。第一に隣同士のよしみということもある。5年前こっちの村に水の出た時には、隣村の者が来て加勢してくれたことをお前も知っているはずだ。いわばお互いのことだから、向こうの難儀をこっちがただ見物していては義理が立たない。誰にでもできることならば他のものをやるが、こればかりはお前でなければならないから、私もこうして頼むのだ。
どうぞ頼まれて言ってくれ。こう言われると、蛇吉もあくまで強情を張っているわけにもいかなくなった。彼はとうとう無理往生に承知させられることになったが、家へ帰ってもなんだか沈みがちであった。明くる朝、身支度をして出て行く時にも涙を含んで妻に別れた。隣村では喜んで彼を迎えた。彼は庄屋の家へ案内されていろいろの地層になった上で、いつもの通り上ばみ退治の用意に取り掛かったが、彼がこの村へ足を踏み込んでからかの上ばみは一度もその姿を見せなくなった。蛇吉の来たのを知って、さすがの上ばみも遠く隠れたのではあるまいかなどというものもあったが、相手が姿を見せない以上それを釣り出すよりは他にないので、蛇吉は蛇の出そうな場所を見立てて、そこに例の落とし穴をこしらえて、例の秘密の一役を焼いた。しかもそれは何の功もなかった。小蛇一匹すらもその穴には落ちなかった。せっかく来たものであるからもう少し辛抱してくれと引き止められて、蛇吉はここに幾日かを暮らしたが、上ばみはついにその姿を現さなかった。落とし穴にもかからなかった。あまり遅くなると家の方でも案じましょうから、私はもう帰ります。と彼は11日目の朝になってどうしても帰ると言い出した。相手の方でもいつまで引き止めておくわけにはいかないので、それではまた改めてお願い申すということになって、村方から彼に2分の礼金をくれた。上ばみ退治に成功しなかったが、ともかくも彼がここへ来てからその姿を見せなくなったのは事実であることに、10日以上の暇を潰させてはこのまま空手で返すこともできないので、その礼金にそれだけの金を送ったのである。何の役にも立たないでお気の毒ですが、せっかくのお志だからいただきます。彼はその金をもらって出ようとするとき、村の者の一人が慌ただしく駆けてきて、山続きの藪際に大きい上ばみが姿を現したと注進したので、一同はにわかに色めいた。もう一足で吉さんを返してしまうところであった。さあどうぞ頼みます。もともとそれがために来たのであるから、蛇吉も猶予することはできなかった。彼はすぐに身ごしらえをして案内者と一緒にその場へ駆けつけると、果たして大蛇は藪から半身を現して眠ったように腹ばっていた。蛇吉は用意の粉薬を取り出して、川という字を横にしたような3本の線を地上に書いた。彼は第一線を前にして突っ立ちながら何か大きな叫び声を上げると、今まで眠っていたような上ばみは目を開かせて頭を上げたと思うと、たちまち炎のような舌を吐きながら蛇吉の方へ向かってザラザラと走りかかってきたが、第一線も第二線も何の障害をなさないらしく、敵はまっしぐらにそれを乗り越えてきた。第三線もまた破られた。蛇吉は先度のように呪文を唱えなかった。桃引きも脱がなかった。彼は持っている手斧を振り上げて正面から敵の真っ向を撃った。その狙いは狂わなかったが、敵はこの一撃ちに弱らないらしく、その強い尾を働かせて彼の左の足から腰へ、腰から胸へと巻きついて、人の顔と蛇の首とがすれ合うほどに向かい合った。もうこうなっては組打ちのほかはない。蛇吉は手斧を投げ捨てて、両手で力任せに蛇の喉首を締め付けると、敵も満身の力を込めて彼の体を締め付けた。この恐ろしい格闘を諸人は息を飲んで見物していると、敵の急所をつかんでいるだけにこの戦いは蛇吉の方が有利であった。さすがの大蛇も喉の骨をくじかれて次第次第に弱ってきた。こいつの尻尾を切ってくれと蛇吉は怒鳴った。大勢の中から気の強い若者が駆け出していって、鋭い鎌の刃で蛇の尾を切り裂いた。尾を切られ首を痛められて大蛇もいよいよ弱り果てたのを見て、さらに5、6人が駆け寄ってきて思い思いの武器を振るったので、大蛇は
アリに苛まれるミミズのようにのたうち回って、その長い亡骸を朝日の下にさらした。それと同時に蛇吉も正気を失って大地に倒れた。彼は庄屋の家へ担ぎ込まれて、大勢の介抱を受けてようやくに息を吹き返した。別に怪我をしたというでもないが、彼はひどく衰弱して再び起き上がる気力もなかった。蛇吉は戸板に乗せて送り返された時に、おとしは声を上げて泣いた。村の者も驚いて駆けつけてきた。自分が無理に進めて出してやってこんなことになったのであるから、庄屋はとりわけて胸を痛めておとしを慰め、蛇吉を介抱していると、彼は上ごとのように叫んだ。もういいからみんな言ってくれ、言ってくれ。彼は続けてそれを叫ぶので、病人に逆らうのもよくないからひとまずここを引き取ろうではないかと庄屋は言い出した。親類の重助を一人後に残して、何か変わったことがあったらばすぐに知らせるようにおとしにも言い聞かせて一同は帰った。朝のうちは晴れていたが、午後から陰って蒸し暑く、6月半ばの宵は雨になった。おとしと重助は黙って病人の枕元に座っていた。雨の酔いはだんだんに寂しくふけて、雨の音に混じってカエルの声も聞こえた。重助も帰ってくれ、と蛇吉はうなるように言った。おとしも言ってくれ。どこへ行くんです？とおとしは聞いた。どこでもいい。重助と一緒に行け。いつまでも俺を苦しませるな。じゃあ行きますよ。二人はうなずき合ってそこを立った。一本の傘を相合いに差して暗い雨の中を4、5軒ばかり歩き出したが、また抜き足をして引っ返してきて門口からそっと伺うと、中はひっそりしてうなり声も聞こえなかった。二人は再び顔を見合わせながらさらに忍んで家を覗くと、病人の寝床はもぬけの殻で蛇吉の姿は見えなかった。それがまた村中の騒ぎになって、大勢は手分けをしてそこらを探し回ったが、蛇吉の姿はどこにも見出されなかった。彼は住み慣れた家を捨て、最愛の妻を捨て、永久にこの村から消え失せてしまったのであった。彼が妻に向かってこの商売を長くはやっていられないと言ったことや、隣村へ行くことをひどく嫌ったことや、それらの事情を総合して考えると、あるいは自分の運命を予覚していたのではないかとも思われるが、彼は果たして死んでしまったのか、それともどこかに隠れて生きているのか、それはいつまでも一種の謎として残されていた。しかし村人の多数は彼の死を信じていた。そしてこういうふうに解釈していた。あれはやっぱりただの人間ではない。蛇だ。蛇のせいだ。死ぬ時の姿を見せまいと思って山奥へ隠れてしまったのだ。彼が蛇のせいであるとすれば、その父や母も同じく蛇でなければならない。そんなことのあろうはずはないと、おとしは絶対にそれを否認していた。しかも、なぜ自分の夫が周囲の人々を遠ざけて、その留守の間に姿を隠したのか。その司祭は彼女にもわからなかった。これは江戸の末期、文久年間の話であるそうだ。